皆さん、こんにちは。千駄木鍼灸整骨院です。この番組では正確な情報の提供、信頼できる番組作りを目指して制作していますが、症状がある方はまず医師の診断を最初に受けていただいて、それからこの番組を参考にしていただけるようにお願いします。今回はヘバーデン結節に関しての第2回目になります。第1回目ではですね、このヘバーデン結節ができてしまったこの関節のところですね、ヘバーデン結節っていうのは必ずこの指の第一関節にできますので、ここにできてしまったヘバーデン結節の上にテーピングをすると早く痛みを取ることができるんですよというお話を第1回目でご紹介しました。今回はですね、このテーピングをする前にこの方法を最初にやってから、その後でテープを巻くと、より早く痛みが取れるので、その方法をご紹介したいと思います。女性に多いヘバーデン結節ですけれども、これどうして困るかっていうとですね、痛みなんですね。中にはこういう薬指にできてしまうと、この指輪が抜けなくてっていう方もいらっしゃいますけれども、大体多くの方はこの痛みをどうにかしたい、この痛みを取りたいというふうに考えていらっしゃるわけで、この痛みをどういうふうに減らして楽にしていくかっていうのがポイントになってくるわけですけれども、これからお話しする内容っていうのはポイントがまず2つありまして、1つは、じゃあこれどうして痛いのっていうことなんですけれども、これできてる、ヘバーデンができてる関節触っていただくとわかりますけど、なんか骨はってゴスゴスしてますよね。この硬いと思うんですが、この硬さがこの痛みと関係があるんですね。できてない指と比べていただくとわかりますけど、できてない指の方を触ると、もちろんここは関節なので、こういう他のところに比べればもちろん硬いんですが、この関節の上にはですね、まず皮膚がありますよね。で、皮膚があって、その下に薄いですけど脂肪とか筋肉があって、その下に関節があるわけで、押していった時の感触というのは、まず柔らかいなんですね。で、柔らかいが先にあって、もっとぐーっと強く押していくと、その下に関節があって、関節に力が届いた時に、硬い。だから、柔らかい、硬い。こういう感覚が正常なんですね。イメージとしては柔らかいものがありますよね。これが骨の上にある皮膚とか脂肪とか筋肉ですね。で、これが骨だとして、こんなような構造になってますから、最初は柔らかい、もっと押すと骨の硬さが感じられる。これが正常なわけですけれども、一方ですね、このヘバーデンができている方のこの関節を触るといきなり硬いですよね。カチカチ感。このカチカチ感が痛みと関連しているので、この硬い感じが正常な方のこういう指、柔らかい硬いに変わってくると、ここの痛みというのは確実に取れてきますので、テーピングをする前に、まずこの方法をやっていただくと、ここを柔らかくすることができますので、その方法をご紹介したいと思います。特に何もなくてもできるんですけれども、参考までに、うちではですね、こういう、電動のピンポイントで圧を加えることができるこういう機械があって、これでやるともうあっという間に柔らかくなるんですが、ご家庭にはないと思うので、100均でちょっと探してきたんですけど、こんな感じのもの、これ多分こうやんじゃないかなと思うんですけど、ゴム素材でローラー式で回るもの、これがあるとこれからご紹介する作業がちょっとやりやすいので、もしこういうものが手に入れば、こういうものを100均で探してみてください。高いものを買う必要は全くありませんので、こんな感じのものを探してみてください。それと、この作業をするときにもう一つポイントがあるんですが、これ小指にヘバーデンができてますね。で、ここの膨らんでる部分の中で、これ全部がじゃあ痛いかっていうと、必ずしもそうじゃないんですね。これ、例えばこっち側から押してみると、あんまり痛くない。こっちから押してみると、これちょっと痛い。これを押してみると、ここ結構痛いっていうふうにですね、同じように膨れてる場所でも、痛い部分、痛くない部分っていうのが、
割と分かれてることが多いので、じゃあどこが一番痛いのかなというのをイメージすると、これからご紹介する方法が、やりやすくなりますので、その2点ですね。テープを振る前に、ここを柔らかくする。で、柔らかくする作業をするときに、どこが一番硬いのかなというのを探しながら作業をする。そうすると、早く柔らかくなりますので、その後でテーピングをしていただくとより効果的です。それでは、その方法をご覧ください。それでは、この硬くなってしまったこのヘバーデン形成層の部分を緩める方法ですが、この方の場合はこれヘバーデンないんですけれども、あるとして見ていただきたいんですが、先ほど説明しましたように、もしここが腫れているとして、もうこれが全部が痛いんではなくて、こっち側はそうでもなくて、こっち側が、ここが一番痛い。こっちの人差し指側はそうでもないけど、こっちの薬指側のこの腫れてるとこが、ここが一番痛いんだっていうところがあると思いますので、まず一番痛いところはどこかを特定して、そこをなるべく中心に緩めることが大切です。で、緩め方としては、これはちょっと痛みがありますので、ご自分で加減していただいて、我慢できる範囲でやっていただきたいんですが、仮にこれを使うとすると、これでこういう風に挟んで、ここの盛り上がっているところをですね、こういう風にローラーで、一種のマッサージですね。ちょっとこの時に痛いと思いますので、これぐらいなら大丈夫だわという方ぐらいの力で加減しながらやってみてください。で、こうやってるとですね、先ほどちょっとちらっとご紹介した電動の機械でやると、10秒ぐらいですぐ柔らかくなるんですけど、これはちょっと時間がかかると思いますので、これはそんなにいっぺんにいっぱいやらなくていいですね。1分ぐらいまずやっていただいて、で、これが終わったら、ちょっと触ってみるんですね。この時に、ちょっと柔らかい。さっきよりもちょっとここがカチカチってした感じが、ちょっと緩んだなというところまでやって、この後にテープを巻いてください。それと、もしこれが手に入らなくて、自分でやる場合は、これは指でですね、この一番硬いところを中心に、ちょっと圧をかけてあげるわけですね。これもちょっと痛いので、これぐらいなら大丈夫だわという強さで、一番痛いところを中心に、この硬さが全体的にちょっと柔らかい感じに変わるまで、これも1分ぐらいまずやってみていただいて、ともかくさっきの機械を使う、これを使うにしても、指でやるにしても、目的はこのカチカチの感じをちょっと柔らかくすることですので、ここが柔らかくなるまで、この方法をまずやってみてください。その上で、これは第1回目の復習ですが、ちょっと柔らかくなった部分に紙板ですね。これを貼るわけですが、この時に、貼っていく時にちょっと圧を加えながら、こっち側に引っ張るような感じで、まず1枚貼りますね。で、後ろは、ちょっとこういう風に、隙間を残しておく。この上に、もう1枚、同じように、手のひら側に、ちょっと引っ張る。ちょっと引っ張る。で、後ろ側は、こういう風に隙間を残しておく。こういう風にテープを貼っていただくと、これはですね、毎日やっていただきたいので、まず、柔らかくする。その上で、このテープを貼る。
この2つをやっていくとですね、もう1週間もすればかなり痛みは変わってくると思いますので、ぜひこの方法も試していただきたいと思います。今回はヘバーデンケ説の第1回目の続編として、テーピングをする前にこれをやっていただくと、早く痛みが取れますよという方法をご紹介しました。この変形してしまった部分の変形というのはですね、なかなかこれ取れないんですけれども、痛みが取れればですね、だいぶ楽ですし、どっかにパッてぶつかった時に、痛いとかいうのが、減ればですね、生活の質っていうのはかなり上がると思いますので、合わせてこの緩めてからテープをするという方法も試していただきたいなというふうに思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。参考になったなという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。